真っ白な画面のまま動かない。実際に使ってみて難点めちゃめちゃ画質上がってます。ちょっと下にスライド、左側だけ暗い。 iPhone からついに Android に。どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら Galaxy Z Fold 7 1ヶ月ぐらいメイン機として使ってみてどうだったのかレビューしていきます。ということで一つずつ紹介していきます。まず良かったのが畳んだら普通のスマホ、開いたらタブレット級のディスプレイ。こんな感じで一つのアプリを大画面で表示することもできるし、ゲームしながら調べ物してさらに X も見るとか、こんな感じで最大3画面で使うことができるので、外でもマルチタスクしたいとか、あとはパソコンを使わずにマルチタスクをしたいという方にかなりぴったりなスマホになってると思いました。でこれ3画面だけじゃなくてさらにポップアップすることなんかもできるので、いろんなアプリを同時に起動することができます。これが S25 Ultra、折りたたみじゃないスマホに関しては縦2画面になってたので、そういった点で折りたたみの方がかなり使いやすいと思いました。で個人的によく使う組み合わせが、上側で YouTube を再生しながら左下でゲームをやって右下で X とかを見るっていう使い方が結構多かったです。これかなり便利。あとはこんな感じで2つのゲームを起動してデイリーを2つ同時にやるっていう使い方もかなりおすすめです。ただですね、このマルチタスクがちょっと不安定な面もあって、これね、ポケモンとか確かもともとマルチタスクに対応してないアプリを無理やりやってるからなのかもしれないんですけども、こんな感じで2個同時に起動すると、片方はゲーム起動できるのにもう片方は真っ白な画面のまま動かないっていうことが結構あります。こんな感じでね、両方ともつかないなんていうこともあるし、今度はポケモンだけついてチーポケはつかないとか、こういったことが起きるので、アプリの相性っていうのはあるのかもしれません。こんな感じでね、両方使わないこともあります。なので結構ね、こんな感じで何回もタスク切って起動してダメだったらもう一回やり直す、こういったことがねよくあるので、ゲームはちょっと相性が悪い可能性もあります。ちょっと使ってる人いたら教えてください。ただね、マルチタスクっていうのはめちゃめちゃ便利になるので、そういった点ではかなり気に入っています。でそして1週間使ってみた感想の中で、このトレーディングビューがめちゃめちゃ見やすくてトレードをよくする人とかにおすすめだよっていう話したんですけども、これが実際に使ってみて難点があったので、そこも紹介していきます。でそれ何かというと、こちら SBI 証券になります。今こうやって開いてる状態だと問題なく ID とパスワード入れてログインができたんですけども、これを閉じてる状態でもう一回やります。 SBI 証券開いてログインボタンで、これでログインするとこんな感じでデバイスの認証を行ってくださいっていう感じでデバイス認証の画面になります。でこっちでデバイス認証をやったとしても、次はこの開いた画面でまたデバイス認証の画面になります。これがねめちゃめちゃ不便。この SBI 証券のアプリしか使わないよっていう人だったらいいんですけども、ブラウザからもよくログインするよっていう方はこれめちゃめちゃ使いづらいので注意。なんか今後秋には認証方法が変わるらしいので、そうなったらねもしかしたら改善するかもしれないですけども、これはかなり不便ですね。でこれなんでこんなことが起きるのかというと、ユーザーエージェントが変わるからだと思います。今閉じてる状態の場合、このブラウザのエージェントっていうのはモバイルサファリになってるんですけども、これを開くとこちらモバイルサファリから普通のサファリに切り替わります。これによってカバーディスプレイとメインディスプレイ両方とも別の端末として認識されちゃって、一回一回デバイス登録が走るっていった感じになります。これめちゃめちゃ使いづらいので、 SBI 証券を使ってる方はちょっと注意してくださいっていう感じですね。でこの Fold 7をメイン機にする前はこの Galaxy S25 Ultra、 これをメイン機として使ってたんですけども、これ明確な違いがありまして、この S25 Ultra を使ってた時は NFC の反応がめちゃめちゃ悪かったです。コンビニの機械にべったりくっつけたとしてもエラーになって、レジでつまずくとか、そういったこと何回か起きてたんですけども、それが Z Fold 7に変えたらもうこんぐらい離れててもしっかりと反応するようになりました。ただこの Galaxy S25 Ultra が壊れてるっていうわけではなくて、結構同じ症状の人も何人かネット上で見かけたので、この S25 Ultra の NFC の反応がちょっと悪めなんだと思います。でこの Z Fold 7は普通っていう感じなので、25 Ultra で NFC の反応悪いなって思ってた方は Fold 7にすると解決するかもしれません。これかなり快適になったって感じたので、逆にこれを使ってる人 Google Pay とかの反応悪いか普通に使えるのか、よかったらコメントで教えてくださいという感じで、普段の生活がかなり快適になりました。でそして続いてはカメラですね。昔この Fold 6を使ってた時に1倍のカメラが画質があんまり良くなくて厳しいなって思ってたんですけども、この Fold 7に関してはメインカメラめちゃめちゃ画質上がってます。奥行き感のあるちょっとボケたような写真も撮れるし、結構近寄って撮れるので、このメインカメラに関してはかなり進化してると思います。なのでカメラの画質自体に関しては気に入ってるんですけれども、この3倍レンズに関しては結構画質悪めなんですよね。それは S25 Ultra も同じですね。なのでこの3倍レンズっていうの
のはちょっと微妙なので、0.6 倍、1倍、2倍、3倍レンズいらなくて5倍レンズとかつけてほしかったなって思いました。3倍は、使うときは使うんですけども、あんまり使ってないっていう感じですね。個人的にはこの2倍で撮ることが多いです。で、ここがね、今回めちゃめちゃ迷いどころなんですけども、僕が以前使ってたのはこの S10T5 Ultra。これね、0.6 倍、1倍、2倍、3倍、5倍、10倍まで撮れるカメラになっています。それに対してこっちの Fold 7に関しては画質が落ちないのが3倍までなので、ここがね、結構違って、で、さらに5倍で撮りたい時とか10倍で撮りたい時っていうのが結構多かったんですよね。ちょっと遠くのものを撮るときに、この Fold 7でデジタルズームするとかなり画質劣化感じます。遠くの看板のメニュー見たい時とかもそうだし、あとはちょっと遠くのライブ映像を撮る時とかもそうだし。カメラに関してはね、やっぱり3倍だと物足りないなっていう感じはありました。なのでちょっとこの点はね、どうしようかなっていう感じで迷ってます。カメラこだわる人、よくズームをする人は、この S10T5 Ultra 買った方がいいと思います。そんぐらいね、望遠に関しては全然違います。で、インカメに関してはあんまり変わんないかなっていう感じかな。インカメあんま使わないですね。ズーム撮影を良くしたいっていう方は、やっぱりウルトラシリーズ選んだ方がいいと思います。個人的に結構カメラを重視してるので、S10T5 Ultra やっぱりいいなっていう感じで今思ってます。続いては折りたたみに関してなんですけども、しっかりと閉じることもできるし、しっかりと開くこともできます。その点はいいんですけども、今回この中のバネの力が変わったのと、あとは筐体が薄くなったことによって開きやすさっていうのが結構変わってます。今までの Fold 6開くときはこんな感じでかなり軽く開くことができてたんですけども、今回の Fold 7は硬くなってます。で、そして薄くなったことによってこの指のグリップが少なくなって結構ね、開くのに力がいるようになりました。結構こう指がずれちゃうことが多い。これはね、1ヶ月経った今も変わってません。やっぱりここはちょっと開けにくいなっていう感じでは思ってます。で、これ今 TPU のケースを使っててちょっとグリップがあるやつなんですけども、それでもやっぱりちょっと滑っちゃいますねっていうのがあります。で、あと今までの Fold 6に関してはこんな感じでちょっと開けたり、開いた状態からちょっとだけ折ったりして、こんな感じで縦ながら動画を見るとか、そういったことができたんですけども、今回の Fold 7に関してはちょっと開けた状態、これ反発が強くて戻っちゃいます。そして開いた状態からちょっと曲げる状態、これができなくなってます。ここから戻っちゃう。なのでこうやってちょっとだけ曲げて立ててた人に関してはほぼほぼできなくなってます。これ今できてるんですけども、ちょっとしたきっかけでこうバイーンってなってバタって倒れちゃうので、こういう使い方をしてた方は今回の Fold 7ちょっと注意してください。ただあんまそういう使い方してる人いないと思うので、そんなに気にならないかなとは思います。この開けにくさはやっぱり気になる人は多いと思います。続いてはこちら電源ボタンですね。この電源ボタンに関してはジェミニを起動するときによく使うんですけども、これがね結構押しづらい時があります。特に閉じてる状態、爪の先で押してあげないと押せない時が多いです。親指の腹で押そうとするとこっち側を押しちゃう。あとはここのケースつけてるかなケースのところに当たったりしてジェミニが起動できないっていうことが結構起きます。Fold 6の時はもう簡単に押せた。あれか、ケースのせいか、こっち側が穴が開いてるからかな。でもね、この電源ボタンがちょっと押しづらくなってるのはあります。これ薄型化の弊害っていう感じですかね。全く同じメーカーのケース使ってるんですけども、そういったことが起きてます。続いてはこの大画面を使って結構 YouTube とか動画を見たいっていう人も多いと思うんですけども、これがちょっと癖が強くて、こんな感じでカバーディスプレイで使ってる時は動画を開いてあげて下にスライドすると右下に小窓で表示できるんですけども、こんな感じで開いてる状態でやります。そうすると動画を開きます。ちょっと下にスライドします。できるな。こんな感じでちょっと下にスライドしようとすると、ここに残んないでそのままスッて消えちゃうことがあるんですよね。あれ、なんかアップデートで直ったかもな、もしかしたら。なんかね、結構こう気をつけて小窓表示してっていうことが多かったので、そこがちょっと気になるかなっていう感じで思いました。直ってるかもしれないなという感じのことも起きてました。続いてはこちらの USB-C 端子。これも結構クセモノで、ケーブルによってはね刺さりません。これアンカーのサンダーボルトケーブルなんですけども、そんなに分厚いっていうわけじゃないんですけども、こんな感じでね刺さりません。これケースつけてるからなんですけども、ケースによってはね奥まで刺さんないものもあります。で、これただこのケースが悪いっていうわけじゃなくて、もう端子ギリギリになってるので、ちょっとでもここの部分が出っ張ってる場合は刺せないケーブルっていうのが多くなってると思います。ちなみに同じケーブル Fold 6には普通に刺さります。なのでケースをつけて運用する場合は端子の干渉が起きる場合もあるので、その辺も考慮しながらケーブル選びしてみてください。これロジクールのマウスについてたケーブル、これいけますね。いけた
りいけなかったりっていうのがケースによっては起きます。あとね、他にも気になる点がありまして、閉じてる時と開いてる時の画面の明るさが違うっていうこと。これ結構寝る時とかに起きがち、暗いところで起きがちなんですけども、こうやってカバーディスプレイで使ってる時とメインディスプレイで使ってる時、画面の明るさが変わることが結構ありますね。それが結構気になる。それはいいとして、個人的に一番気になってるのが、これ明るさを一番下まで下げた時、これ今ちょっと照明つけてるんで見えないんですけども、この状態で肉眼で見るとね、こう右側だけ明るくて左側だけ暗いっていう、そういったことが起きます。これもしかしたら個体差なのかもしれないけども、これが真っ暗な部屋でスマホいじってる時は気になったりします。これちょっとね、みんなもなるか教えてください。こういうね、背景がグレーのところとか結構なりがちです。で、続いてバッテリーの持ちに関してなんですけども、バッテリーの持ちはね、個人的には不満も特になく、かといってめっちゃ持つかって言われたらそうでもないっていう、まあ普通っていう感じですね。S25 Ultra 使ってる時とほぼほぼ一緒、もしくはちょっと減りが早いぐらいかな。特段ね、めちゃめちゃ減りが早いとかっていう感じることもそんなないかなと思います。バッテリー持ちはまあこれで個人的には十分ですね。ちょっと心配な場合はモバイルバッテリー持ってったり、あとはちっちゃい AC アダプターとか持っていくのといいと思います。基本的には1日外にいてもバッテリーがなくなるということはないと思います。特にね、僕この Galaxy Watch もペアリングして使ってるんですけども、1日普通に持っています。そうしたら続いては、僕は今 iPhone からついに Android にスマートフォン完全移行したんですけども、それによって良かったところ、あとちょっと微妙だなって思ったところもあるので、その辺紹介していきます。まずは通知。iPhone の通知とこの Galaxy の通知の仕様がね、違います。まずね、この Android も iPhone も両方ともこのアプリにバッジがつくっていうのは一緒なんですけども、このバッジの仕様が違っていて、例えば iPhone の場合は通知センターから全ての通知を削除したとしても、通知のバッジっていうのは消えません。このアプリ自体に通知が何個入ってるのかっていうのを認識してるっていう感じになっています。で、それに対して Android に関しては、今これ LINE3 つ来てるんですけども、これはこんな感じで通知センターに表示されてるやつ、一旦全部通知をリセットしたいなと思って右下の消去ボタンを押すと、このホーム画面にある通知全部消えちゃいます。これがね、結構不便で、この状態で例えば LINE 今バッチ3件あったと思うんですけども、この状態で LINE が今1件来ると、ここ通知が4つになります。なので、この通知センターに通知が1つでもないとバッチっていうのは消えちゃうっていう、そういった仕様だと思います。これ全部の Android そうなのかわかんないんですけども、Galaxy はそんな感じの仕様になっていました。これがね、ちょっと使いづらいので iPhone と同じ仕様にしてほしいなっていう感じはあります。人によってはね、バッチを全部リセットできるっていうので、こっちの方がいいっていう人もいるかと思います。僕は iPhone の方が使いやすいなと思いました。続いては写真の管理ですね。僕は今この Google フォトに全ての写真、動画をバックアップして運用してるんですけども、それが Galaxy っていうかAndroid の場合はこの Google フォトに自動で同期されます。それに対して iPhone の場合はApple と Google で会社が違うからなのか、Google フォトのアプリを起動しないと同期が始まらないので、勝手に写真動画をバックアップしてくれるこの Android の方が Google フォトの点ではいいと思いました。もしかしたら iPhone の設定の中の、アプリのバックグラウンド更新、これをオンにしてあげればできるのかな。でも Wi-Fi のみでオンになってたので、多分 Google フォトは起動してる間じゃないとバックアップっていうのはできないと思います。Android はそれがそのままできるっていうのが便利。続いては iPhone の方がいいなって思ってるのが決済ですね。こっちの Android は Google Pay、こっちの iPhone は Apple Pay になってるんですけども、まずクレジットカードの対応っていうのが Apple Pay の方が明らかに多いです。僕は普段使ってるのは三井住友のカードが多いので Google ウォレットでも問題なく使えるんですけども、例えば三菱 UFJ とか、あとは楽天カードとかっていうのは Google Pay に対応してないです。クイックペイとかは対応してるんですけど、ビザとかマスターカードでやるっていうのはできないので、そこがちょっと欠点。特にその三菱 UFJ カードに関しては Apple Pay でタッチ決済すると 10% ぐらいポイントつくのがこの Google Pay だと使えなかったりするので、そういった点で決済サービスはこの iPhone の方が優れてると思いました。特にこの iPhone に関してはウォレットアプリをつけて、ここの右上のプラスボタンをタップ、ここからクレジットカード番号を入れたり写真を撮って追加できるんですけども、これ Google ウォレットで同じことをするとクレジットカード登録しようとしてもクイックペイとか ID になっちゃうんですよね。でこれどうやって登録するのかというと、この VPass アプリ、ここから Google Pay に登録っていうのがあるので、そこからクレジットカードは追加する形になります。最初ね、そのやり方が分かんなくてクレジットカード決済ができなかったので、Android に変える人はその辺注意してください。対応してるクレジットカードがちょっと少ないっていうのと、クレジットカードの登録方法がちょっと Apple Pay と違うっていう感じです。Suica とかは一緒なのと、あとそうだ、パスも使ってる人は注意が必要で、この iPhone から Android に移行するときに同じカードを引き継ぎできません。それがちょっと不便で、僕は全部 Suica にしました。で Suica の場合は iPhone から Android ももちろんちゃんと移行できました。なのでパスモは注意、再発行が必要になるので、
ちょっと使いづらいですね。なので、まあ、Suica と PASMO どちらもいいよ、定期じゃないよっていう人は Suica 使っといた方がいいです。あとそうだな。で、iPhone の方が使いやすいから iPhone を使ってるっていう人がかなり多いと思うんですけども、実際ね、僕もそう思ってました。iPhone の方が使いやすくて、Android ちょっと使いづらいなと思ってたんですけども、実際にこの Android に移行して、1ヶ月ぐらい使ってみて、久々に iPhone を使うと、ちょっと iPhone 慣れないなって思うので、やっぱね、実際に使ってる方が使いやすいっていう感じるだけだと思います。慣れですね。なので、iPhone から Android、まあもちろんね、移行するときは最初かなり違和感あると思うんですけども、移行し終わったら逆に iPhone が使いづらいとか、まあ逆もそうですね。Android から iPhone に移行して、最初は使いづらいと思うけど、久々に Android 使ってみたらちょっと使いにくく感じるとか、そういったこと起きると思うので、まあ、全然移行っていうのはできると思います。ただ移行の時の注意点に関しては、まあそれこそさっき言った PASMO の移行ができなかったり、あとはね、Apple Watch とか使ってる場合っていうのは、この Android で使えなかったり、まあ Galaxy Watch で使ってる場合は iPhone で使えなかったり、あとイヤホンに関しては AirPods 両方ともどちらも使えるんですけども、まあ、ファームウェアのアップデートが Android だとできなかったり、あとはあれだ、有料で買ったアプリを違う OS 間で移行できなかったり、データ移行できないアプリもあったり、あとはアプリ自体が iPhone 版ではあるのに Android 版はないとか、そういったことも起きるので、ちょっと軽い気持ちで iPhone にしてみようかなとか Galaxy にしてみようかなっていうのはあんまりお勧めしないかも。もう完全に移行するんだっていう思ったぐらいで移行するのが個人的にはいいかなと思いました。で、Galaxy Z Fold 7、どんな人におすすめかというと、とにかく外でいろんなアプリを同時に使いたいっていう人かな。漫画とかはいいけど、動画はね、正直、普通のスマホを横向きにしても同じぐらいで見れるので、動画はね、あんまりおすすめしないかな。大画面で本を読みたい、マルチタスクをしたい、あとは最先端の技術使ってみたい、アウトカメラでこう自撮りもできるので、アウトカメラを使って自撮りしたいとか、まあそういった人におすすめっていう感じですね。で、こっちの Fold 7と25 Ultra どっちがおすすめかって言ったら、まあS25 Ultra の方が個人的にはおすすめですね。こっちの方が安定して使える。Fold 7は結構ね、人を選ぶ感じはあります。カメラこだわるんだったら圧倒的に25 Ultra だし、あと S25 Ultra の方が安いし、個人的には25 Ultra おすすめです。特にね、次の26 Ultra に関しては結構進化するらしいので、まあそこでまた Fold 7から移行するっていう感じかな。とりあえずね、まあしばらくはこの Fold 7メイン機で使っていく予定だけど、気づいたら25 Ultra に戻ってる可能性はあります。そんな感じかな。他にもなんか知りたいこととかあれば、ぜひコメント欄で書いてみてください。みんな iPhone 派か Android 派かよかったらコメント欄で教えてください。以上、バイバイ。